回も初心者向けの入門ゲーム、コンバットパトロールを遊んでいくけど、まずはお互いの勢力の紹介から始めよう。メタンのアーミーはティラニットっていう惑星を食らい尽くすエイリアンの大軍って感じの勢力なのよね。だいたいそんな感じね。ズンコのアーミーは初めて見るけど、一体どんな勢力なのかしら。私が使うのはアイルダリ。人類が銀河を支配する以前に銀河を支配していた長命種族。現在ではすっかり衰退してしまったけど、クラフトワールドっていう大型の宇宙船を拠点として滅びの運命に抗って各地で戦いを続けている勢力だよ。ゲーム的な特徴は高機動の射撃アーミーで、撃たれ弱いのが弱点っていう勢力だよ。今回のミッションは全焼基地。目標からの VP 取得がちょっと変則的で、中立地帯の目標を確保すると 5VP がもらえるよ。左右の初期配置エリアにある目標はどうなるの？自陣側は何もないけど、敵陣側の目標を確保したら 10VP 獲得。それでも合わせて 15VP までだから、中立地帯の目標2つと敵陣側の目標を確保してももらえる VP は20じゃなくて15になるよ。さらにターン終了時に敵陣側の目標を確保できてたら、相手はこのゲーム中策略リロール命令を使えなくなるんだ。相手を突破できれば VP を大量獲得した上有利なボーナスがもらえるから、機動力と火力に長けたアイルダリにとってはやりやすそうなミッションだわ。逆に少ない戦力で確保できる自陣側の目標から VP をもらえないから、面で圧力をかけるティラニット的にはちょっとやりにくいミッションね。次は強化の設定ね。私の強化は精神の胃腸にするわ。ズンコのアーミーは射撃ユニットが中心だから、中距離以遠の攻撃の対象にならないこの強化はかなり刺さりそうだわ。私の強化は予見力にするわね。警戒射撃の CP が0になって命中率も上がる。すごい強化よ。あとは追加の VP 獲得手段を決める副次目標の選択ね。私はティラニットプライムちゃんは敵兵を撃破したら VP を獲得できるアルファイ種族個体を選択するわ。私はバトル終了時に自軍ユニットが敵軍初期配置エリアにいると VP を獲得できる大いなる宿命を選択するわ。そして攻撃側防衛側のダイスロール。防衛側っていうことは私から先にアーミーを配置するのね。配置の前に私はティラニットプライムちゃんをアビリティ重心攻撃の効果で予備戦力に置くわ。予備戦力って確かゲームボードの外に置いてゲームが始まった後から配置できるっていうルールだよね。そうそう、そっちのアーミーは長距離射撃武器が多いから、ティラニットプライムちゃんの機動力でも接敵するのが難しそうだからね。 OK。 それじゃあまずは私の配置ね。最初はウィンドライダーを配置するわ。対歩兵武器で武装した高機動ユニットよ。その代わり殴られると脆いユニットだから、1ターン目から射撃されないように右下奥側に配置するわ。私の方は左上の瓦礫の裏にターマガントちゃんを配置するわ。ウィンドライダーが中央の通路から撃てる位置ではあるけど、距離が遠いせいで全ての武器を使えないし、車線に出てくれるならバーブゴーントちゃんで打ち返せるから悪くないわ。私はもう一つのウィンドライダーも右下に配置するわ。メタンのフォンライアンズリーパーは浸透戦術と高い移動力で、こっちの苦手な白兵戦を仕掛けてくる上、ウィンドライダーの武器もフォンライアンズリーパーには通りが悪いから、ここは密集させて撃破されるのを避けることにするわ。私の方はもう一部隊のターマガントちゃんを左下瓦礫の裏に配置。ズンコの可変目標ダッシュを牽制させるわ。なるほど。ウィンドライダーが可変目標を取りに行ったら外資でバーブゴーントに打ち返される形になるね。私はガーディアン部隊を右上に配置。アイルダリの一般的な歩兵部隊で、対歩兵と対エリートの射撃武器を装備している射撃ユニットだよ。彼らを指揮するウォーロードのファーシーヤはアイルダリでは貴重な防御能力を強化するアビリティを持ってるんだ。私はバーブゴーントちゃんを自陣廃墟の壁裏に配置。この位置なら敵からの射撃を受けないし、上辺と下辺どちらが主戦場になっても対応できるわ。私はレースロードをウィンドライダーのそばに置くわ。強力な射撃武器と白兵武器で武装した頑強な大型ユニットよ。ズンコの配置が終わったから今度は私のユニットを全部配置するわね。ズンコの陣形を突破するのは難しそうだけど、守備的に配置してくれるならティラニットプライムちゃんが到着するまでの時間を稼げるから、それはそれでよしとしましょう。サイコファージちゃんは左下のターマガントちゃんの奥へ、フォンライアンズリーパーちゃんは上辺建物の裏に配置。これで私のユニットも全部置き終わったわ。次は先行後攻のダイスロール。先行は私ね。それとバトル開始前にアイルダリの陣営アビリティ
宿命の糸を発動するわ。ダイスを12個振って、以降のダイスロールではダイスを振る代わりにここで出たダイス1つをロールの結果に使うことができるわ。例えばファーシーヤが妖術の嵐で射撃するとき、命中判定で3のダイスを使って成功しましたって言って、ウーンズロールで4のダイスを使って成功しましたって言って、私がセービングに失敗したらダメージロールのダイスで5を使って3ダメージが出ましたって言って、でもって私が攻撃した時もセービングでも同じことをしてくるって認識でいいのかしら？その通り。安心して攻撃回数をダイスで決める武器のダイスロールには使えないし、レースロードは宿命ダイスが使えないように調整されてるから。何も安心じゃないわよ。それじゃあ気を取り直してバトル開始よ。Round 1. 指揮フェーズにお互い 1CP を獲得して移動フェーズ。とりあえずターマガントちゃんの全力移動の目を見ておきましょう。4以上が出るとギリギリで目標を確保できるから戦略が変わるわ。上辺のコア6。そういうことならこの目を利用させてもらいましょう。全速前進して上辺目標を確保するわ。警戒射撃はあるかしら？できるはできるけど、ガーディアン部隊の主兵装は射程 18MV。 距離がちょっと遠くて十分な火力が出ないから、本ライアンズリーパーの突貫に備えて警戒射撃は温存するわ。それなら本ライアンズリーパーちゃんは上辺奥の通路から前進。その位置だと警戒射撃はギリギリでされないけど、私のターンにガーディアン部隊に射撃されちゃうわよ。問題ないわ。射撃は武器ごとに対象を分けられるけど、火力を分散して敵を落としきれないのがこの状況だと一番まずい。なるほど。本ライアンズリーパーをおとりにしてターマガントを生かして、その隙に上辺目標を確保して 5VP を稼ぐのがメタンの狙いなのね。ガーディアン部隊は右上奥まで移動しないと本ライアンズリーパーちゃんに対して車線を通せないから、ズンコの主力を戦場端に追いやれるって意味でも悪くないわ。下辺は先にサイコファージちゃんで全力移動しましょう。下辺廃墟の手前に前進して次のターンの攻防に備えるわ。次は下辺ターマガントちゃんの全力移動。この子たちも下辺廃墟の手前に前進。ワーブゴーントちゃんも全力移動するけどデメイチ。上辺廃墟の壁に隠れたかったんだけど、これじゃあ移動力が足りないわ。心もとないけどここは上辺廃墟に向けて前進しましょう。ウィンドライダーに撃たれるけど待機して遊ばせるよりよっぽどマシだわ。私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。そしてガーディアンが目標を踏んで確保してるので、アビリティ宿命の守護者発動。宿命ダイスを1個追加するわ。追加されたデメは3。さらにファーシーヤのアビリティ幸運発動。次の私のターンまでガーディアン部隊を対象にした攻撃にデバフが入るわ。移動フェーズ。こちらに圧力をかけた隙に目標を確保してポイント差で逃げ切る。メタンお得意の布陣だけど、戦力の分散は撃破の後期。アイルダリの機動力と火力を見せてあげるわ。レースロードは前進して下辺目標の抑えに回らせるわ。ウィンドライダー2部隊は中央通路に向けて前進。全部隊でバーブボーントを射程に捉えるわ。ガーディアン部隊はメタンの注文通り、本ライアンズリーパーを撃つために右上隅へ。なるほど。こちらの火力が出せる部隊をこのターンに削り切ってしまう作戦ね。次は射撃フェーズ。ウィンドライダー2部隊はバーブボーント。ガーディアン部隊は本ライアンズリーパーを射撃するわ。策略超絶反応速度発動。ウィンドライダーの攻撃にデバフをかけるわ。それならこっちも策略銃弾の嵐を発動。ウィンドライダーの攻撃にバフをかけてデバフを相殺するわ。まずはウィンドライダーから。攻撃回数は24回で成功は14回。セービングは9個失敗。4体が撃破されて残り1体もダメージを受けてるわ。お次はガーディアン部隊の攻撃。本ライアンズリーパーちゃんのアビリティ隠密能力発動。本ライアンズリーパーちゃんを対象にする射撃攻撃はデバフがかかるわ。射撃攻撃に対して常時かかるから結構厄介なアビリティね。3種の武器で攻撃して攻撃回数は合わせて27回の成功は5個だけ。セービングは2回失敗。ダメージは受けたけど1体も落とされずに耐えてくれたわ。やばい。ダイス5個振って5以上が3つも出るのは反則よ。あとスターキャノンやファーシーヤの高火力攻撃を全部避けてくれたのがめちゃくちゃ大きいわ。こんなことならケチらず宿命ダイスを使えばよかったわ。
そして射撃フェーズ終了時に策略早手の敏捷性を発動。この策略は射撃フェーズ終了時に自軍ユニットを 6MV 移動させる策略。ウィンドライダーを対象にするなら2ユニットを指定できるから、この効果でレースロードの裏に交代させるわ。バーブゴーントちゃんを打ちに来るならサイコファージちゃんがウィンドライダーに白兵戦できるから悪くないと思ったけど、これをされるとレースロードが邪魔で突撃できないわ。突撃はしないから、私はこれでターン終了するわ。Round 2. 私のターン、指揮フェーズでお互いに 1CP 獲得。そして全滅寸前のバーブゴーントちゃんは戦闘ショックテストね。失敗。戦闘ショック状態になってしまったわ。まあ策略の対象にできなくなったり、目標の確保ができなかったりするけど、攻撃する分には影響はないからいいでしょう。最後に上辺目標を確保してるから 5VP ゲットよ。次は移動フェーズ。上辺ターマガントちゃんは全力移動。敵陣側の目標に向けて前進するわ。警戒射撃はあるかしら？なしで。バーブゴーントちゃんは上辺廃墟に前進してウィンドライダー部隊に車線を通すわ。こっちに警戒射撃はなしで。警戒射撃は1ターンに1回まで。ここで使っちゃうとフォンライアンズリーパーの突撃に対して警戒射撃を使えなくなっちゃうから、したくてもできないわ。下辺ターマガントちゃんも全力移動でデメは6。それなら下辺廃墟を突っ切ってウィンドライダーに車線を通すわ。サイコファージちゃんは前進して下辺廃墟内部へ下辺目標の確保をサポートさせるわ。そしてフォンライアンズリーパーちゃんはさあ、かかってきなさい。待機。え移動しなければ警戒射撃はされないからね。一応警戒射撃されても期待値で1体は残ってくれるから突撃しに行ってもいいけど、白兵戦込みでフォンライアンズリーパーちゃんが全滅して次のターンにズンコの手数が増えてしまう方が厄介そうだわ。移動が終わって射撃フェーズ。上辺と下辺のターマガンとちゃんとバーブゴーントちゃんは廃墟に隠れてない方のウィンドライダーを射撃。攻撃回数は合わせて23回で成功は9個。宿命ダイスを1個使ってセービングは3個失敗。1体撃破されて1体も損傷を受けてしまったわ。ウィンドライダーは2ダメージ与えれば倒せるのだけれど、1ダメージ受けたら急に宿命ダイス使って回避してくるのが小賢しいわね。まだズンコは警戒射撃を使ってないから突撃はせずにそのままターンを終了するわ。私のターン、指揮フェーズでお互いに 1CP 獲得。移動フェーズはどの部隊で誰を撃つのかしっかり考えてから移動させないといけないけど、上辺のガーディアン部隊はフォンライアンズリーパーを倒しきらないと。ティラニットプライムが即応投入した時に対処しきれないけど、上辺のターマガントはスルーしたら右辺目標に突入されて状況が苦しくなるし、かといって下辺のウィンドライダーに上辺ターマガントを任せると、今度は下辺のターマガントをレースロードで対処しなきゃいけなくなって、ティラニットプライムがウィンドライダーを狙ってきた時、そのカバーをできる部隊がいなくなっちゃう。まだ戦場にいないのにティラニットプライムがいい仕事をするわね。仕方ないわ。ガーディアン部隊はフォンライアンズリーパーに車線を通しつつ上辺目標に向けて前進。3体のウィンドライダーは下辺廃墟の2階に突入するわ。えらく強引に来たわね。次のターンにメタンが下辺の 5VP を取ってしまうと形勢が一気に苦しくなるから、ここは強引でも目標を取りに行かせてもらうわ。それならサイコファージちゃんで警戒射撃。サイコファージちゃんの射撃武器アビリティ噴射によって警戒射撃の命中ペナルティを無視できるわ。攻撃回数6の成功は6個。セービングに1回成功して1回失敗からの宿命ダイスを4つ使って残りは全部成功。やっぱりそれずるくない？どこが打たれ弱い勢力よ。2体になったウィンドライダーは後方に重心するスペースを潰しつつターマガントに車線を通しながら交代。私の移動はこれで終わりだけど、移動の後の増援ステップに策略即応投入を発動。廃墟でガーディアン部隊の車線を切りつつティラニットプライムちゃんを上辺廃墟裏に配置。やっぱりガーディアン部隊を狙ってきたわね。移動が終わって射撃フェーズ。ガーディアン部隊は3体でバーブボント、残り全員でフォンライアンズリーパーを射撃。このターンは下辺のターマガントちゃんを生かしたいから防御策略は使わないでおきましょう。バーブボントへの攻撃は回数6回の成功1個。セービングはデメ1で失敗。リロール命令で振り直しもできるけどセービングの目標値が厳しいからさすがに我慢しましょう。これでバーブゴーントちゃんは全滅よ。
残りの攻撃はガーディアンの手裏剣カタパルトが攻撃回数6の3個成功。セービングに2回失敗して1体撃破されたわ。ここが勝負どころね。傷が減ったフォンライアンズリーパーを効率的に削れるから。スターキャノンの攻撃回数2回は宿命ダイスを4つ使って全部成功。防御を捨ててこちらを全滅させに来たわね。セービングの目標値は6だからかなり厳しいけど1個成功。やばい。1体撃破されたけど1体残ってくれたわ。まだファーシーへの攻撃が残ってるわ。攻撃回数3回で成功は1個だけど3ダメージ武器のシンギングスピアが当たってくれたわ。まずい。それを食らうと一発でフォンライアンズリーパーちゃんは落とされちゃうわ。セービングは失敗。ここはリロール命令を使いましょう。セービングの成功率は 50% だけどやる価値はあるわ。振り直しは失敗。フォンライアンズリーパーちゃんが全滅したわ。よしよし。次はウィンドライダーで可変ターマガントに射撃。ウィンドライダーのアビリティで目標にいる敵を射撃するときにバフがかかるわ。そして策略銃弾の嵐発動。ウィンドライダー2ユニットの攻撃にさらなるバフをかけるわ。攻撃回数18回の成功は10個。セービング失敗は7個で7体撃破だけど3体は残ってくれたわ。最後はレースロードでターマガントとサイコファージを射撃。サイコファージへの攻撃回数は1回だけどレイスロードの肩に装備されてるブライトランスは高火力で大型ユニットの走行も貫通できるのよね。攻撃回数は1回で成功は0個。よし。宿命ダイスを使うにはアビリティ宿命の糸を持ってないといけないんだけどレースロードは宿命の糸を持ってないから宿命ダイスでカバーしてあげられないのよね。誤色かと思って英語版まで確認しちゃったわ。だけどリロール命令は使えるからそっちでカバーするわね。今度は成功。セービングは失敗。目標値が高いし CP もないからどうしようもないわ。ダメージはランダムの4点。痛みを知らぬモノ5プラスの効果で1ダメージ軽減できたわ。戦闘ショックテストは免れたけどレイスロードに白兵攻撃されたら耐えられそうもないわね。ターマガントへの射撃は攻撃回数4の成功0個。射撃が終わって突撃フェーズ。レースロードでターマガントに突撃して成功。レースロードのゴーストブレイブはダメージの高い振り下ろしと攻撃回数の多いなぎ払いのどちらかを選択して攻撃できる白兵武器。頭数の多いターマガントは回数の多いなぎ払いで攻撃するわ。攻撃回数8回の成功は2個だけ。セービングに自動失敗して2体削られるけど可変ターマガントちゃんの残存兵数は3体だから1体は残るわね。ターマガントちゃんの反撃は全部外れたわ。頑丈で射撃も白兵もできるレースロードだけど命中率に不安があるからやっぱり頭数の多い相手は苦手ね。可変目標はダッシュできたからよしとしましょう。 Round 3. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。ターマガントちゃんに戦闘ショックテストが発生して失敗。戦闘ショック状態になってしまったわ。ちょっと悩むけどここは策略狂気の奮戦でターマガントちゃんの戦闘ショック状態を打ち消しましょう。ターマガントちゃんはこのまま白兵戦を続けたらレイスロードに落とされちゃうけど退却させれば次のターンのレイスロードの移動を制限できるわ。戦闘ショック状態で行う退却は強制的に決死の脱出になるから戦闘ショック状態のままだと退却の時に全滅しちゃうかもしれないものね。最後に私はターマガントちゃんのバトルライン能力で上辺目標は誰もいない状態でも確保を維持してるからこれによって 5VP 獲得よ。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。まずはサイコファージちゃんを廃墟から出して中央通路に移動。可変目標のウィンドライダーを射程に捉えつつ突撃を狙っていくわ。可変ターマガントちゃんは退却する位置はこの辺りでいいでしょう。レースロードは頭が廃墟の2階に引っかかるせいでターマガントがそこに居座ると可変の突破ができなくなっちゃうわ。上辺の移動はちょっと悩むけどターマガントちゃんの全力移動に警戒射撃はあるかしら。警戒射撃はティラニットプライムに取っておきたいからここでは使わないでおくわ。それならターマガントちゃんは右辺目標に突貫してガーディアン部隊の次の行動を縛りましょう。ガーディアン部隊は全力移動すれば上辺目標を確保できるけどそうするとターマガントに使える射撃武器がちょっと減っちゃうのよね。ティラニットプライムちゃんは中央通路に移動。
自身の強化精神の胃腸で 12MV より遠くの敵から射撃されないから、ギリギリでガーディアン部隊の射撃を受けない位置をキープしつつウィンドライダーへの突撃を狙っていくわ。本ライアンズリーパーを倒せたのはいいけど、うまいことガーディアンを端に寄せられて警戒射撃を腐らされてしまったわ。移動が終わって射撃フェーズ、サイコファージちゃんと車線の通ってるウヘンターマガントちゃんで右下のウィンドライダーに射撃。攻撃回数は合わせて6回で成功は4個。難しい状況だけど、目標確保のために可変廃墟のウィンドライダーを守りたいから、ここは宿命ダイスを使わずしのぐわ。セービングに1回失敗、1体撃破されてしまったわ。ウィンドライダーは1体落としたけど宿命ダイスは思ったより残されてしまったわね。残ったターマガントちゃんの射撃は可変廃墟のウィンドライダーに2体、ガーディアンに3体が撃って、ウィンドライダーには回数2回で1回命中。ターマガントの攻撃なんかに宿命ダイスを使いたくないから、ここも宿命ダイスはなしで、セービングは失敗。これをもらったら1体落とされちゃうからリロール命令を使うわ。振り直したセービングは成功。撃破はできなかったけど CP を使わせただけよしとしましょう。ガーディアンへの攻撃は全部失敗よ。可変ターマガントちゃんは退却したせいで射撃ができないから、射撃が終わって突撃フェーズ。ティラニットプライムちゃんは可変廃墟のウィンドライダーに突撃。再編移動でレースロードに接敵しないように注意しつつウィンドライダーに接敵するわ。そっか、再編移動は強制だから、それでレースロードに接敵しちゃうと。白兵フェーズ自体はまだ続いてるからレースロードに殴られちゃうのよね。次はサイコファージちゃんで突撃するけど、ガーディアン部隊で警戒射撃するわ。策略のコストはファーシーアの強化、予見力によって0になるわ。右辺のウィンドライダーを射撃するために仕方なかったとはいえ、ガーディアン部隊に警戒射撃されるのはいただけないわね。ここはもっとうまい動きがあった気がするわ。攻撃回数は合わせて20回で成功は3個よ。セーブ失敗が1個、痛みを知らぬモノボプラスで1点軽減して合わせて1ダメージ被弾。まあ大体期待値で済んでよかったわ。3ダメージのシンギングスピアがもうちょっとで当たったのに。それじゃあ突撃が終わって白兵フェーズ。まずはティラニットプライムちゃんの攻撃で攻撃回数は6の4個成功。ティラニットプライムに兵を撃破されるとメタンの副次目標が達成されて 4VP を稼がれちゃうのよね。だけど回避に使える宿命ダイスはあと3個。最初の1回は素のダイスロールで成功しないといけないわ。最初のダイスロールは成功。残りのセービングは宿命ダイスを使って全部成功にするわ。やられたわね。副次目標の 4VP を取り損ねたわ。再編移動は最も近い敵により近い位置、つまりウィンドライダーの真下の確保範囲につけて移動するわ。次はサイコファージちゃんの攻撃ね。10回攻撃の成功は2個だけ。セービングに1回失敗して1体撃破されたけど許容範囲だわ。反撃の白兵はティラニットプライムに攻撃回数6の成功4個。セービングに3個失敗して3ダメージ受けたわ。なんか期待値で 0.5 回しか通らないはずの攻撃がやたら当たってるわ。白兵フェーズはこれで終わりね。ターン終了時に右辺目標を確保してるからミッションルールによりズンコはこの後リロール命令が使えなくなるわね。私はこれでターン終了よ。私のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。右下のウィンドライダーは戦闘ショックテストをして成功。ファーシーアはアビリティ幸運を自身に使用するけどダイスを振って1が出たから失敗。やたら強いアビリティだと思ったけどそういうリスクもあるので、ここでティラニットの陣営アビリティ歪みを侵食するかで発動。ティラニットプライムちゃんは戦場にいる時にゲーム中1回発動できて全ての敵ユニットに戦闘ショックテストを行わせるわ。これで可変目標のウィンドライダーがテストに失敗したら可変目標の確保力はお互い3になるけど、私は目標からの VP を獲得できるのかしら。まずは目標を確保できてるかのチェックから入るから VP は手に入らないわよ。なんでそんなにヤバいアビリティが許されてるの？宿命ダイス中に転がしてる人に言われたくないわ。それじゃあ戦闘ショックテストをしていくわね。目標を確保してるウィンドライダーは失敗。さすがに絶対ダメだから策略狂気の奮戦でテストを成功扱いにするわ。レースロードも失敗とはいえウィンドライダー2体の確保力が合わせて4でメタンの確保力がティラニットプライムとターマガントで合わせて3だからギリギリで可変目標を確保できたわ。5VP 獲得よ。
この後私がやらないといけないのは、まずは最終ターンまでに左辺目標の確保。これができれば副次目標も同時に達成して 20VP ゲットできるから、メタンの現時点の VP である10を逆転できる。次にやらなきゃいけないのはメタンの VP 獲得の阻止。右辺のターマガントを全滅させるのはマストで、ターマガントのバトルライン能力で確保してる上辺目標も取り返したい。あとは副次目標の達成条件に関わってる。ティラニットプライムの撃破ね。移動フェーズ。ガーディアンは下辺目標に向かって移動。最悪の場合、白兵戦でターマガントを殲滅する構えよ。右下のウィンドライダーは右辺目標に移動して、次のターンは全力移動で上辺か左辺の目標を狙いに行くわ。下辺目標のウィンドライダーは退却して上辺目標に移動。これで上辺目標は私が確保したから、ターマガントのバトルライン能力が解除されるわ。レースロードはティラニットプライムに接近して、次は射撃フェーズ。ガーディアン部隊と右辺ウィンドライダーでターマガントを射撃するわ。白兵戦を込みで考えると、策略を使ってもターマガントちゃんを生かすのは難しそうね。策略を使うための CP はティラニットプライムちゃんを守るために取っておきましょう。攻撃回数は合わせて31回で、成功は15個。セービング失敗は12個で全滅。サイコファージへの攻撃回数は1回で成功したけど、セービングは全部成功でノーダメージよ。お次はレースロードの射撃で、ティラニットプライムとターマガントに射撃。策略、超絶反応速度発動。ティラニットプライムちゃんへの攻撃にデバフをかけるわ。ターマガントへの攻撃は回数4個の成功1個。セービングに失敗して撃破されたわ。ブライトランスは回数1回で成功は0個。危ない危ない。策略を使ってなかったら当たってたわ。射撃で勝負をつけたかったけど仕方ないわ。射撃が終わって突撃フェーズ。レースロードでティラニットプライムに突撃。デメは7で突撃成功。次は白兵フェーズ。レースロードでティラニットプライムに攻撃よ。ティラニットプライムちゃんの強化、精神の胃腸は敵の白兵攻撃にデバフをかけるわ。レースロードの低い命中率でデバフをもらうのは苦しいけど、どうすることもできないわ。ダメージの大きい振り下ろし攻撃を選択して、攻撃回数4の成功1個。セービングに失敗したわ。ダメージはランダムの2点、最低値だわ。危ない。ギリギリで1点残った。反撃の白兵攻撃は回数6の成功2個。セービングに1回失敗して2ダメージ受けたわ。私はこれでターン終了よ。 Round 4. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。あとはティラニットプライムちゃんの戦闘ショックテストだけど、ここでティラニットのもう一つの陣営アビリティシナクスが発動。ティラニットプライムちゃんの周囲 6MV 以内にいるユニットの戦闘ショックテストにはバフがかかるのだけれど、これにはティラニットプライムちゃん自身も含まれるからバフを受けるわ。戦闘ショックテストは成功。レイスロードは戦闘ショック状態だから、これで可変目標を確保。 5VP ゲットよ。移動フェーズ。ティラニットプライムちゃんは退却。次のターンの撃破は免れないけど、このターンだけ可変目標の突破を封じてしまえば、レイスロードで左辺目標を確保するのは阻止できるはずよ。サイコファージちゃんは右上に移動してウィンドライダーへの突撃を狙うけど、ガーディアン部隊で警戒射撃よ。攻撃回数は合わせて23回の3個成功。セービングは全部成功よ。ガーディアン部隊の主兵装は対歩兵用だから、サイコファージみたいな大型の相手はちょっとしんどいわ。移動が終わって射撃フェーズ。サイコファージちゃんでウィンドライダーに射撃よ。攻撃回数は4回で成功は2個。セービングに全部成功してノーダメージよ。射撃が終わって突撃フェーズ。サイコファージちゃんでウィンドライダーに突撃して成功。目標を踏みながら接敵して、次は白兵フェーズ。ここで策略、貪欲なる強襲発動。サイコファージちゃんの攻撃にバフをかけるわ。そしてサイコファージちゃんでウィンドライダーに白兵攻撃。それなら私も策略、無知たる俊敏さ発動。サイコファージの攻撃にデバフよ。サイコファージちゃんの攻撃回数は7回で成功は4個。セービングに3個失敗。ウィンドライダーが全滅してしまったわ。私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。右辺のウィンドライダーは戦闘ショックテストに成功して、ファーシーアの幸運はまた自身に使用。今度は成功したわ。
レースロードはもう戦闘ショック状態から復帰したから、可変目標は私が確保。これで 5VP 獲得ね。次は移動フェーズ。ガーディアン部隊が右上目標に向けて前進するけど、警戒射撃はあるかしら？ここはなしで。右辺ウィンドライダーは全力移動で中央通路に移動するけど、ここでサイコファージちゃんで警戒射撃。攻撃回数2の成功は1個。セービングに全部成功してノーダメージ。ウィンドライダーの移動力は 14MV。左辺目標の確保範囲までの距離もちょうど 14MV だから左辺目標を確保されてしまうわ。左辺目標を確保すれば副次目標も同時に達成できて 20VP が手に入るから勝ちが確定するけど、戦闘ショックテストに失敗したら 1VP も手に入らなくなっちゃうのよね。その場合をケアして上辺目標と下辺目標もしっかり狙っていきたいわね。移動が終わって射撃フェーズ。レースロードはティラニットプライムを射撃して回数5回の成功1個。セービングは全部成功してノーダメージよ。ガーディアン部隊はサイコファージに射撃して攻撃回数25の成功3個。セービングに2回失敗。痛みを知らぬモノボプラスに2回成功して1ダメージよ。射撃が終わって突撃フェーズでレースロードは突撃成功。そしてガーディアン部隊もサイコファージに突撃よ。突撃移動を利用して上辺目標を確保するつもりね。ウィンドライダーを1ラウンド早く全滅できてたらこんな隙はさらさずに済んだのに。突撃が終わって白兵フェーズ。レースロードの振り下ろし攻撃は全部外れてガーディアン部隊の白兵攻撃は攻撃回数12の成功0個。射撃アーミーというだけあって白兵はからっきしみたいね。反撃の白兵でまずはサイコファージちゃんの攻撃。策略無知たる俊敏さを発動してサイコファージの攻撃にデバフ。攻撃回数5回の成功2個。サイカー特攻と会心ウーンズの効果で両方ともセービングはスキップよ。セービングはできないからそのまま2体撃破されるわ。ティラニットプライムちゃんの攻撃は6回攻撃の2個成功。セービングに全部成功してノーダメージ。レイスロードは削れなかったしこれで上辺と下辺はズンコが確保してるから私の VP は15でほぼ確定してしまったわね。白兵攻撃が終わったから私はこれでターン終了よ。 Round 5. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。ティラニットプライムちゃんの戦闘ショックテストは成功。次は移動フェーズ。期待値的にベストな行動はティラニットプライムちゃんを退却させてレイスロードの左辺突破を阻止する動きなんだけど、それだとズンコが下辺目標から 5VP 取るのが確定になるから 15VP 対 15VP でよくて引き分けにしかならないのよね。でもこのまま接敵するならこのターンのレースロードの攻撃を全部避けなきゃいけなくなるわよ。せっかくだし決着をつけましょう。移動はなしでそのまま射撃フェーズに行くわ。サイコファージちゃんのような大型ユニットは接敵してる相手に射撃できるからガーディアン部隊に射撃よ。攻撃回数5回の成功は4個。まずい。セービングに全部失敗して4体撃破。白兵戦に備えて策略を温存したのがあだになってしまったわ。お次は白兵フェーズ。このターンはメタンの部隊に突撃ボーナスが乗ってないから白兵戦は非ターンプレイヤーからつまり私が先にできるわね。あと1回攻撃を当てればティラニットプライムは落とせるから。レースロードは攻撃回数の多いなぎ払いで攻撃。ティラニットプライムちゃんの強化と策略超絶反動速度はデバフの種類が重複してるから修正の加減に引っかかっちゃうのよね。仕方がないからこのまま受けるわ。攻撃回数は8の成功は2個。セービングに全部失敗して撃破されてしまったわ。だけどここでティラニットプライムちゃんのアビリティ最後の一撃発動。ダイスを振って4以上が出れば撃破はされちゃうけどその前に白兵攻撃ができるわ。ダイス目は4。攻撃が4回当たったらレースロードは落とされちゃうけどティラニットプライムの攻撃は大型に通りが悪いから耐えてくれるはず。撃破は厳しいけど損害を与えて戦闘ショックテストには追い込みたいわ。お願いなんとかなって。攻撃回数6回の成功は3個。セービング失敗は1個。残りの傷が半分を切ってないから戦闘ショックテストは起こらないわ。次はサイコファージちゃんの攻撃。ここで策略貪欲なる強襲を発動するわ。私も策略無知たる俊敏さを発動。この攻撃は4回当たればズンコの上辺確保を阻止できるけど攻撃回数7の成功2個。セービングは全部失敗して2体撃破されたわ。
ラウンド後の高校プレイヤーは VP の獲得判定をターン終了時に行うから、一応次のターンの白兵戦か退却時の警戒射撃が当たれば引き分けには持ち込めるけど、私はこれでターン終了。私のターン。指揮フェーズに打たない 1CP 獲得。さて、ウィンドライダーの戦闘ショックテストね。これに成功すればその時点でズンコの勝ちね。とはいえ戦闘ショックテストを成功扱いにできる策略、狂気の風船はバトル中1回しか使えない上にもう使っちゃったし、リロール命令もメタンがミッションルールを達成したせいで使えないから、素で成功させるしかなさそうね。目標値が6で、デメは7。GG。ウィンドライダーが左辺目標に移動したら、ズンコは目標と副次目標達成で 20VP が手に入るけど、それに対して私の VP は15しかないから、ここで投了するわ。お疲れ様。2人ともいいゲームだったね。このゲームの反省点だけど、まずは私からやらせてもらうわね。私の方はダイス目が良かったからなんとかなったけど、下辺目標にウィンドライダーを突入させたのはちょっと強引すぎたわ。ウィンドライダーにユニットが1ターン早く全滅してたら、ズンコが左辺目標に切り込むための手段がなくなってたものね。そう考えると確かにリスクが高そうね。左辺目標を取れば勝ちがほぼ確定してる盤面だったから、下辺はレースロードに足止めしてもらって、ウィンドライダーにユニットに上辺ターマガントを処理させて、それが済んだら残ったウィンドライダーで上辺を突破する方が少ないリスクで勝てそうだったわ。私の方は多分初期配置を間違っていて、サイコファージュちゃんの初期配置はレイスロードがいる下辺側じゃなくてガーディアン部隊のいる上辺に配置すべきだったわ。逮捕兵武器しかないガーディアン部隊相手なら強気に出られるから、上辺はもっと簡単に突破できたと思うわ。その盤面で私の方から下辺を突破しようとすると、バーブゴーンとの射撃やティラニットプライムの奇襲でウィンドライダーを攻撃されちゃうし、上辺の対処に戦力を集中すると今度は下辺の目標を取られて VP 差で不利になるから、確かにそっちの方が実戦より良さそうね。まあ結局のところ宿命ダイスの出目がやたらと良かったのが今回の勝敗を分けたと思うわ。それを言ったら元も子もないわ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルではウォーハンマーの対戦譜動画を毎週投稿していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。